宮古本島と伊良部島を結ぶ伊良部大橋。2015年に開通し、全長は3540メートル。両島のライフラインの確保にも貢献しています。ドライブしながら美しい海上を通り、ただ眺めているだけでも景色に魅了されます。そしてその先にある伊良部島。美しい海岸線と豊かな山々が広がり、ここは古くから受け継がれてきた伝統や地元料理、島の文化や歴史もまた魅力的で、自然に囲まれて静かな時間を過ごすのに最適な場所。さあ、今日はお二人と一緒に心に残る旅に出かけましょう。今回の旅は全室オーシャンビューの暖かくて懐かしい場所、ホテルティダの里の提供でお送りします。もちろんもう宮古島はね、自然の楽園ということで、海ももちろんですけれども、こういうね、もう緑の自然もとっても、もう宝物になってるんですね。で、今伊良部大橋を渡って伊良部島に来てるんですけれども、こちらヌドクビヤブっていうね、史跡になっているところなんですけれども、ここはね、神秘的でもあり歴史的でもあるところなので、細い道なんですけど、こんなね素敵な場所にぜひ入ってみたいと思います。ここでしか見れないところですよ。どんなところ？ね、見てみようね。見てみたい。多分ここも別の意味でまたすごい癒されると思う。すごい。涼しいね。なんか宮古島暑いんですけど、こうやってね森に入ると、すごくもう涼しい空気が流れてて、またね神秘的な雰囲気が、沖縄らしさが残ってるんですね。これカナなんですけれども、この中に実は降りれるので、気をつけながら行ってみましょうね。はい。よいしょ。わあ、すっごい。これ。Oh my gosh. That's amazing だね。もうね。Oh my gosh. これもう歴史的な場所って言ったんですけど、何十何百年の話じゃないですね。これはもう何千何万年の話ですよね。本当にこのまたね、ここに降りたすごく涼しい空気と、こういうね昔の岩、鍾乳石ですね。スタラクタイト。Yes、すごいですね。またここからさ、この上の森が見えて、こうね、木々とか火がここから差してるとか、本当に神秘的ですし、素晴らしい場所ですね。You can really feel the mysticalness of the inside of this place. ですね。Feels very nice. このヌドクビヤブなんですけど、深さは22メートルぐらいあるんですね。でもね、階段から降りたら先ほど見たんですけれども、このつらら石っていう感じだったりとか、あとね、木の根っことかがもう地面に、ある意味我々今地面の下にいるみたいな感じですからね。でもこれはね、ちょっとお祈りの場所として、ウガンジュとしても最前の岩の上にお金がちょっと置いてあるところもあったんですけれども、実はね、歴史的にももう一つ深い意味があって、この入って奥の方にある洞窟穴、その洞窟穴の奥に戦時中に日本軍がこれを使用していたっていう、そのかまど石があるんですね。入り口は少し見つけにくいんですけど、こちらにたどり着くと心が清められますね。いや、本当にすごく癒される感じがして、もう静かな、もう木の葉の擦れる音がしか聞こえない感じが素晴らしいんですけれども、で次はどこ行こうかな。私は植物観察してみたいから、次は一人で行ってきて。一人で？どこ？
私のおすすめのお店で自然の材料や島野菜をふんだんに使った薬膳料理を食べてもらいたいから先に行ってきて。わかった。行ってらっしゃい。クリスタルは後で合流するから大丈夫ですよ。最後に待ってるね。こんにちは、いらっしゃいませ。おー、すっごい景色。綺麗ですよね。すごい綺麗ですよね。このなんかトン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 岩がたくさんあるのが、はい、すごいですよね。っていう話をしに来たわけではございません。そうなんですか。よろしくお願いいたしお願いしま。ますす。どういったお店になりますかね。島の薬草を使った郷土料理のレストランとなっております。例えば長命草という薬草を使ったパンもありますし、他にもですね、薬草を使った料理がございます。島野菜とかですか。はい、そうですね。いやー、さすが長命草ね、クリスタルの専門なので、それできっと進めてきたんですよね。はい。じゃあなんかいろいろちょっと食べてみたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。いやー、全部美味しそうな感じですけど、その前にまたここに来たらね、雰囲気が違ってすっごい素敵な和風なそうなんです。畳の部屋もあったり、奥の方にはこれ宴会場とかですか。そうですね、団体さんも入ってくる場合があるので、その際にはあちらの座敷の方を使わせていただいております。いいですね。なんかもう立派な着物とかだったりとか、そうなんですよ。いろいろあって、でも今日ははいヘルシーなものを食べに来ましたので、ちょっとメニューをまず。はあ、沖縄そばですか。こちら宮古そばになっております。出汁が違いますね。またこちらの方で作られているこの宮古そばの出汁なんですけど、この島で採れた魚の出汁を使っております。もうどれにすればいいかも悩むんですけれども、どれがおすすめですかね。本日こちらのメニューにはないんですけど、つむかぎ薬膳という薬膳料理がございます。本日はそちらの方提供させていただきたいと思います。じゃあぜひもう薬膳料理ね、よろしくお願いいたします。お願いします。すごい美味しそうですね。こんにちは。料理の方を担当しております新庄と言います。よろしくお願いします。昔からこの島には病院がない時期があったんですね。でその頃に島の方たちが食べていた食材、これを現代風にちょっとアレンジしまして、このような御膳を作りました。その時代は島の人々は薬とか使わず、こういったあるもので体が悪い時治したりとかしてたってことですか。これ形が面白くて、なんかお布団の中になんか入ってる。これはおからです。これはもう天ぷら。天ぷらなんですけど、こちらの方も先ほどおからの方に入れてます。飛発ボドキっていう石垣とかに生い茂って持ってる葉っぱなんですけど、もう一つ巻いてるのはお魚なんですけど、これもじゃあ伊良部島の。そうです。でヒャスモドキの香りで魚の臭みを抑えるっていう感じで。なるほどですね。お汁の方は島野菜をたっぷり使ったお汁です。冬瓜、大根、人参、黄色人参ともうヘチマ、そういったいろんな島野菜をたっぷり煮込んでお汁にしてます。メインなんですけど、こちらの方は沖縄県産で指定されております、グルクンにアスパラと梅しそですね、緑豆ぜんざいです。体を冷やすっていう効能がありまして、ぜんざいでデザート。これはじゃあ最後に。そうです。いただきます。美味しいし、ありがとうございます。香ばしいし、なんかヘルシーフードっていうと少し味薄っていうイメージがあるんですけれども、このしその風味で本当に他の素材と魚を引き立ててすっごく美味しいですよ。葉っぱ、これ何の葉っぱっておっしゃってますか。ヒハツモドキです。ピパーチとかも言いますね。ペッパー種。ピパーチという方もいますし、地域によっては呼び名がちょっと違います。大葉とかと違う。大葉とはちょっと違いますね。いや、ちょっと知らない、僕にとっては未知の葉っぱなんですけれども、食べてみます。またこれはヘルシーな味もちろんするんですけど、なんかほんのりした爽やかな
お花のような甘さみたいな、ですね。本当にほんのりあってすごくまろやかな味ですね。あれですね、これ食べたら長生きできそうですよね。そうですね。本当に若い方たちにも届けたいですし、また海外のお客様、観光客ですね。今ね、海外でも沖縄が長寿と寿命で注目されてますし、これはもうバラエティ豊かで若い人たちでも楽しめるものなので、ぜひね、絶対口に合うと思いますよ。このヘルシーフードのイメージを覆せますし、優しくて楽しい味なので、ぜひ挑戦してみてください。新庄さん、本当にありがとうございます。今日とっても美味しい料理をいただいて、もうね、今からゆっくりたっぷりといただきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。さあ、宮古島、伊良部島をたくさん見てきたんですけれども、いよいよ最後のスポットにやってまいりました。ここも本当に綺麗ですね。すごいでしょ。もう池と後ろに海があるんですけれども、こちらはですね、下地島の通り池と言いまして、実はここにはね、人魚マーメイド、またユナイタマジュゴンの伝説があって、もう昔からね、いろんな神話がある神秘的な池なんです。昔この近くに2軒の家がありました。そのうちの1軒に住む漁師がユナイタマジュゴンですねを捕らえ、半分を切って隣の家にも分けました。ユナイタマが海に助けを求めると、大きな波が3度押し寄せてユナイタマを運び去り、波が引いた後には2軒の家があったところに、ここの通り池2つができましたと言われています。他にもね、水の中で海につながっている洞窟があったりして、ダイビングポイントとしても有名だったり、またね、上から見るとこの2つの池が竜の目ん玉、目にも見えたりとか、いろいろね、本当に神秘的で有名な場所で、もうここでね、エンディングをもう撮ってるんですけれども、今回の旅いろいろ見たんですが、クリスタルどうでしたか？まあそうですね。私の出身フロリダ州も宮古島も亜熱帯だとしてましたが、まさか宮古島にもマングローブがあると知らなくてびっくりしました。ですよね。もう自然も最高でしたし、また海もね、もうスノーケリングだったりとか、お魚見えたりとかもすごかったし、薬膳料理もね、また伊良部島ならではのもうご飯をいただけたりして、もうすごいパワーをもらった気がします。本当に最高の旅でした。さあ、次はね、どこの離島に行こうかな。皆さんお楽しみに。それでは See you シーサー。今日もお二人に沖縄の魅力をたくさん知っていただきました。うちなんちゅの私でも様々な発見がありましたよ。皆さんぜひチャンネル登録をよろしくうにげーさびら。うんじくみそうりよ。